ちは、はるかねです。今日はこちら、おびつ製作所から発売されているおびつ11というね、小さな手のひらサイズのお人形のウィッグを樹脂粘土を使って作っていこうと思います。材料はね、こちらのダイソーで買った樹脂粘土と、あと輪ゴムと、そしてサランラップなどを使っていきます。ウィッグはね、このような材料を使って作ることが多いんですけれども、この水泳帽のようなキャップにね、これをぐるぐる巻きつけて塗っていくんですけど、中心部のね、このつむじを作る時にね、かなりこうぐるぐると巻いて作るのでね、この部分がね、どうしても重なるとごつくなってしまってね、ちょっとこうごわつきが出たりボコッとね膨れてしまったりしてしまうので、おびつ11ぐらいならギリギリ大丈夫かなと思うんですけれども、おびつ11よりもねさらに一回り小さなヘッドのピコニーモとかだとね、もうかなり不自然な感じになってしまうので、そういう小さなヘッドの人形とか、あとアニメのねキャラクターの男の子のこうツンツンした髪の毛などはこれでは表現できないので、そういう場合に樹脂粘土で作ることをおすすめします。今回ねちょっと子供たちにハンターハンターのキルアのカスタムドールを作ってほしいと頼まれまして、ブラウンとブラックとホワイトを一応並べてみましたけれども、ホワイトで作っていきたいと思います。はい、じゃあ作っていくんですけれども、ここからねヘッドだけの映像が流れますので、苦手な方はご注意お願いします。はい、ではまずはじめにねヘッドをラッピングしていきます。ラップの中央にヘッドのこのてっぺんをこういう風に置いて、そしてできるだけね大きなシワができないようにぐっと下に引っ張りながら、少しずつね縦にシワを寄せて包んでいきます。包めたらゴムでくくっていきます。そしてここにね粘土を置いていきます。はい、こんな感じでね粘土で包んでみました。でこの前髪のところとかね、耳のところとか襟足の部分は乾燥してからねハサミで切っていきたいと思います。でこのままね1日から2日しっかり乾燥させます。はい、粘土がしっかりね乾燥したら、このままカポッと外していくんですけれども、あんまりねこうがっちり覆いすぎててこう割れてしまいがちなところは先にね指で割ってしまいます。そしてガバッとね外します。それからハサミでねこの部分を整えていきます。だいたいね綺麗になったらもう一度しっかりかぶせて、よいしょ、ひびの部分をねまた粘土を持って埋めていきます。そして少しずつね髪の毛を足していきます。最初からね一気に全部髪の毛を作ってしまうと、乾かす時にねこう置いて乾かすと当たったりしたら形が崩れてしまうのでね、少しずつ何日かかけてゆっくり気長に作っていきます。まずね最初は襟足の部分から作っていきます。こういうね先を少し尖らせてこう貼り付けていきます。
昨日ね下から123段までね貼り付けて乾いたので、今日は前髪の方をね作っていきたいと思います。はい、こんな感じでね、耳から耳までこうね前髪の部分をくっつけたので、このままね置いて乾かします。1日経って乾いたので、今日はねこちらの後ろ側半分やっていこうと思います。こんな感じでね、後ろの耳から耳までをずっとねくっつけていきました。正面から見たらこんな感じです。これでねまた1日乾かします。こういう風にね置いて乾かします。はい、また乾いたので、今日は前髪のね上のあたりを作っていきます。はい、そしてこの辺りまでね前髪を作ったら、こっからねここまではトップをまた完全にね前髪が乾いてからトップを作っていきます。でないとね、ここもこのツンツン頭を作ってしまうと、このウィッグをね取り外しするのがしにくくなってしまうので、だいたいこの辺りまでこことここを持ってこうウィッグの取り外しをする形になります。なのでね、この辺はもうつけないように気をつけておきます。はい、1日ね経って乾燥したので、今日はねこのトップの部分を作っていこうと思います。はい、ではこのぐらいの粘土とペットボトルのねキャップにいっぱいのお水と竹串とかね爪楊枝とか先の尖ったものを用意して作っていきます。まずね少し粘土に水をつけて柔らかめに練っていきます。それからこちらの方にもねこう水をしっかりつけて接着をよくしていきます。そしてこの境目をねできるだけなじませます。はい、こんな感じにね少し余分な粘土を取って端っこをねなじませてつるっとした感じに仕上がってます。そしたらねまたもう1日乾かします。はい、こんな感じでねメイクをしてヘッドをねセットしてみました。そしたら仕上げをしていきます。こういうねちょっとガタついてるところ分かりますかね。これをハサミでね切って整えていきます。そして白いね髪の毛の場合どうしてもねこういうゴミが付着したりするので、これをねペイントで消していきます。ミスターカラーの艶消しホワイトを使っていきます。
はい、こんな感じでねヘッドをセットして服を着せてみました。どうでしょうか。ちょっとキルアっぽいですかキルアのね服がまだないので今度作りたいと思います。こちらはねピコニーモサイズになります。かなり小さいのでねこの子にウィッグかぶせるの大変なんですけれども、樹脂粘土ならね可能です。本当はね植毛するのが一番いいんでしょうけどね、植毛めんどくさいんですよねというわけで粘土のウィッグです。はい、こちらは黒髪の子になってます。もうちょっと広がり少なくしておとなしくしても良かったかもしれないですね。黒縁眼鏡が似合いそうな男の子です。はい、そしてちょっとだけ出演してもらいます。粘土のウィッグだとこういうキャラクターもカスタム可能です。よいしょ。そしてこちらのね樹脂粘土のウィッグの外し方ですけれども、この後ろのね襟足の部分をしっかり持ってトップを挟んで引っこ抜きます。そして装着する時もねこの襟足の部分を基準に後ろ頭にこう揃えてカポッとねかぶします。よいしょ。あとね管理なんですけれども、落とすと割れますで割れてもね多少割れたぐらいなら水で簡単にくっつくので修正可能なんですけど、また新しくね作った方が早いかもしれないですね。あと保管はこのようなね100円均一の入れ物に綿ではなくね生地の余りを置いて保管しています。綿だとね引っかかってねかえって傷つけたりするのでこういう感じで保管しています。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録と、あと Twitter や Instagram などお友達へのシェアぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。